ベトナムネイバー特別版2025年8月2日土曜日、今週の東南アジア経済ニュースをお伝えします。今週はですね、ASEAN 全体の7月の製造業 PMI の動きですとか、あとは各国の経済指標、それから企業の投資動向、日系企業の動き、このあたりが中心になります。はい。まずは経済ニュースから見ていきましょうか。お願いします。ASEAN 全体の7月の製造業 PMI、これは 50.1 だったんですね。4ヶ月ぶりに好不況の境目とされる50を上回りました。回復してきたと。そうですね。新規受注の落ち込みが緩和されたこと、それから生産高が拡大したことが要因のようです。国別で見るとベトナムが 52.4、タイが 51.9 と、このあたりが牽引している感じですか？まさにベトナム、タイは好調です。一方でインドネシアは 49.2、マレーシアも 49.7 と、まだ50には届いていませんが、それでも改善はしていますね。なるほど。それから米国の相互関税率も決まりました。タイ、マレーシア、カンボジアは 19% です。ベトナムは確かに 20% で合意済みでしたね。そうです。ラオス、ミャンマーは 40% と高めですね。シンガポール、トーチモールは 10% となっています。このあたり今後の貿易に影響がありそうですね。そうですね。注視が必要だと思います。では国別のハイライトをお願いします。まずはベトナムから。はい。ベトナムですが、スタンダードチャータード銀行が2025年の成長率予測を 6.1% に少し下方修正しました。ADB も 6.3% に引き下げています。正派目標は 8% 以上ですから少し乖離がありますね。ただ半期の実績を見ると 7.52% 成長と、これは非常に好調でした。貿易面ではどうでしょう？上半期の彦物の輸出が 10% 増の12億ドル、それから中国向けの半導体輸入、これが半期で6割埋増しています。企業も活発ですね。ビンファストがインドでショールーム開設、インドネシアでもディーラー網を拡大。台湾のクーラーマスターは北部の工場拡張計画、サムスン電子も北部工場に太陽光発電を導入します。鉄鋼のフォアファットが鉄道レール工場、これも大きな動きですね。はい、基本承認を取得しました。あと国内外の5社連合がホーチミン市に 8.5 億ドル規模の蓄電池工場を計画しているという話もあります。インフラ面ではハノイのノイバイ急行、国際線の旅客がかなり増えているとか。そうなんです。上半期だけで年間の処理能力の7割に達したそうです。では次にタイをお願いします。タイですが、6月の鉱工業生産がプラス 0.6% でした。特に自動車が 17.0% 増と好調です。これを受けて財務省が GDP 成長率予測を上方修正したんですね。はい、2025年予測を 2.2% に引き上げています。自動車関連では6月の新車販売も 5.1% 増で、中国ブランドのシェアが 20% 超を維持しています。EV タクシーも増えそうですか？ 2025年の登録予測が 29% 増となっていますね。投資も活発で、上半期の投資認可額は 90% 増の9040億バーツ。外国人事業認可では日本が最大。5002件でした。企業では素材大手の SCC が第2四半期減収ながら純利益は 4.7 倍。これは特殊要因も含まれますが、 IT 販売の SIS が太陽光発電に参入。それから中国の長城汽車がマレーシア製の PHV をタイに投入する計画です。次はフィリピンですね。6月の輸出が 26% 以上増、電子製品が 30% 増と、こちらも好調です。新車販売も 3.6% 増で、特に商用車が好調で過去最多を記録しました。小売大大手のロビンソンズがバイク販売に参入する動きも。はい。それから通信の IPS が日本、フィリピン、シンガポールを結ぶ海底ケーブルに 1.3 億ドル投資します。インフラ投資も進んでいますね。さて、インドネシアはどうでしょうか？インドネシアは7月のインフレ率が 2.37% と13ヶ月ぶりの高い水準になりました。ちょっと気になりますね。ただ、6月の輸出は 11.3% 増で、これで15ヶ月連続のプラスです。一方、第2四半期の投資実行額は 11.5% 増でしたが、FDI、海外直接投資は15四半期ぶりに前年割れとなりました。世界経済の影響でしょうか？その可能性はありますね。明るい話題としては、
国営石油プルタミナの子会社が廃食油由来の SAF 持続可能な航空燃料の試験生産を開始しました。環境対応ですね。ではマレーシアは？マレーシアは第13次マレーシア計画、これは2026年から30年の計画ですが、これを発表しました。年平均成長目標は 4.5% から 5.5% です。ただ足元の2025年の成長率予測は中銀が少し下方修正したんですね。そうなんです。 4.0% から 4.8% の範囲に修正されました。貿易では上半期のパーム油関連製品の輸出量が 7.4% 減でした。一方で国民社のプロトンは輸出を強化すると。輸出子会社を設立して2030年までに輸出を10倍にする目標を掲げています。あと養鶏大手の CAB が米カーギルの現地飼料事業を買収しました。シンガポールはどうでしょう？金融管理局 MAS が金融政策を維持しました。不動産は第2四半期の民間住宅価格が 1.0% 上昇、工業用不動産賃料も 2.0% 上昇と上昇が続いています。チャンギ空港の離落数も回復基調。はい、第2四半期は 5.9% 増の1750万人でした。車両購入権 COE の供給枠も8月から10月期は 2.6% 増えます。ラオスはインフレ率が落ち着いてきたんですね。7月は 5.3% と3年7ヶ月ぶりの低い水準でした。さて、日系企業の動きも見ておきましょうか。はい、野村不動産がベトナム北部の都市開発に参画、フィリピンの首都圏でもマンション着工です。阪急阪神不動産もフィリピンに現地法人を設立して住宅事業に参入。あと東急もベトナム南部の都市開発に参画しますね。それからメイコーがベトナム北部フート省でプリント基板の新工場を完成させました。ABC マートはフィリピンに進出、9月に1号店オープンです。伊藤忠はトーティモールで太陽光蓄電池事業。イオンフィナンシャルサービスはベトナムの個人ローン会社の買収問題で和解し、買収契約無効の主張を取り下げました。あと鳥貴族の運営会社がハノイに子会社設立というニュースもありました。はい。では次に社会面のニュースをいくつかお願いします。まず労働関連ですが、マレーシアでは3月の月給中央値が 5.5% 上昇し、3000リンギーになりました。シンガポールの6月の失業率は 2.1%、低い水準ですね。そうですね、安定しています。観光関連ではタイが2025年の中国人観光客の予測を 25% 減の500万人へと下方修正しました。これは少し気になりますね。あとタイとカンボジアの国境での衝突による影響で月に11億バーツの貿易損失が出る可能性があるという予測もあります。これはタイ商業解禁所大学 UTCC の試算です。最後に為替相場をお願いします。はい、7月31日時点の為替相場です。1米ドルはおよそ149円40銭、149円44銭、100シンガポールドルは115円40銭、115円40銭、7タイバーツは4円58銭、4円58銭、7フィリピンペソは2円56銭、2円56銭、そして1ベトナムドンは 0.0057 円でした。0.0057 円ですね。本日のニュースは以上です。経済全体としては回復の兆しが見えているものの、国ごとのばらつきや外部環境の変化には引き続き注意が必要ということですね。まさにその通りだと思います。特に各国の金融政策の動向、それから米国の関税の影響、地政学的なリスク、このあたりが今後の鍵を握りそうですね。ベトナムネイバー特別版、今回はこのあたりといたします。次回もぜひお聞きください。よろしければ